ひ手を振ってねあげてください皆さんね。本当今日雨が降って本当に足元が悪い中足を運んでくださって本当にありがとうございます。いやこんなに温かく迎えてくださると思ってなくてすごく今ほっとりほっこりごめんなさいほっこりしてます。ぜひ今日は楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。こんばんは。野村ってやばいね。中学生ぐらいの時以来だね、野村って呼ばれたのは。ありがとうございます。本日は本当に足元の悪い中、足を運んでいただきありがとうございました。しましたじゃなくてありがとうございます。本当に上映前ということであんまりネタバレをしないように楽しんでいけたらなと思いますので、皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。綿谷新役を演じさせていただきました真剣佑です。今日はそうですね、お足元の悪い中、そしてホワイトデーというこの日に、来てくださってありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。思い出のちょっとドキドキしたシーンっていうのを振り返りながらお話しいただければなと思うんですが、どうしました？振り返りながらって言ったら振り返りながらって言ったらそっちの振り返りじゃなかったですね。そっちじゃなかったです。そっちじゃなかったです。はい、映画の撮影の期間を振り返りながら。じゃあそんな野村さんから広瀬さんとのね、いろんなシーンがあったじゃないですか。そうですね、楽しかったよね。でも和気あいあいとしてて、僕とその矢本悠馬っていう人が20歳を唯一超えてたんですけど、カルタ部のメンバーの中だと。でみんながね、その他みんな10代で高校生だったりとかいっぱいいて、楽しかったね。俺はすごい自分が精神年齢がこんなにも低いんだっていうことを分からしてくれたよね。キュンキュンした話じゃなくて。そっか、キュンキュンした話。ありがとうございます広瀬さん。そうこういうことあるから。そうですね、こういうことあるからキュンキュンした話ですか。そうです。まあね、場数は踏んでるはずなんだけどな。キュンキュンってあんまりないよ。あるよ。幼馴染だからこそできるある距離感だったりとかっていうのがあるから、もしかしたら客観的にそれこそお客さんとかに見ていただいたりした時にもしかしたらキュンってする部分があるけど、私たちどうなんだろうね。どうなんだろうね。撮影期間中はそんなキュンキュンとかはあんまりなかったですけど、撮影してるシーンでキュンとしてるシーンはありますね。やっぱりそれは今から上映するんであんまり言えないんですけどね。そうですね、はい。じゃあそんなシーンがあるよということでね、ぜひ感じていただければと思います。真剣佑さんはいかがですか？僕ですか。千早と新ということですか。千早と新の言っちゃいけないこともたくさんあるんですけど、そっか、言っていけないんだこれは。でもあるんですよ。ちゃんとあるんです。ノム先輩じゃない、太一とすずじゃない、千早太一と千早のシーンも新から見てると、新から見てるじゃない、真剣佑から見てると本当にキュンキュンするシーンはあるんですよ。ちゃんとあるので、今の説明だとないって感じなんですけど、ちゃんと見ててありますね。ちょっと言っちゃうとね、皆さん楽しみにして。そう言えないんですよ。そうでしたね。上映前だからすごいいっぱいあるんですよ、キュンっていう思いとしてはすごくあるんですけど、だからそれこそ太一がすごくまっすぐに思う千早に対して千早は新のことが頭にあるし、すごく切ないんですけど、言えないんですよね。なんだろう、でもすごく思いとしてはすごく切なかったり、たまにキュンとしたりする部分はすごくあります。ありがとうございます。言えない中ありがとうございます。一生懸命説明してくださって。
ね、ホワイトデーにこんな今イベントやってるから誰にも返せないっすよねあとバレンタインとかホワイトデーとか僕いい思い出あまりないですね。なんかチョコとかもあんまりもらったこともないですし。そうなんですか。もうそれはね、たくさんのチョコをいただいたんじゃないですか。ね、まあいっぱいギリはもらいましたよ。撮影現場とかでギリははいこれみたいなやつはいっぱいもらいましたけど、ね、あんまりいい思い出ないかな。ね、広瀬さん、野村さんに何か今言いたいことありますか。あんまり聞かない方がよかった。なんかちょっと切ない振られたよねでも絶対いっぱいもらってきたでしょ。いやもらってますね。もらってますか。もらってますすいませんね、聞きにくい質問。大丈夫です。あ、全然大丈夫ですはい。じゃあ広瀬さんどうですか、女性の立場からホワイトデー。ホワイトデー、それこそさっきマッケンがくれましたいや、マッケンこういうとこすごい男らしいんですよ。あれ、なんか野村さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。だってもらってないんですもん、まず。あ、なるほど。あれ、広瀬さんはマッケンさんには会ってなかったので、みんなにもあげてなかったのにマッケンはくれたんで。でもね、ホワイトデーなんでね。優しい。マッケンさん、はい、家に届いてるかもしんないじゃん家に届いてるかもしんないじゃんそのパターンかもしれない。そう、今日バラ100本とかさ来てるかもしんないよ。まだここで言うのは早いぞな。期待しときな。家帰って宅配ボックスちゃんと見るんだよ。わかりました、今日は広瀬すずさんのためにお二人からあるものを用意していただいているんです。お、はい、それではスタッフの方お願いいたします。2個来たよ。はい、2つ。はい、この箱はですね、すずさんのためにお二人からホワイトデーということでケーキを用意していただきました。で、なぜこれ隠されているのかというと、もともとケーキがあったんですね。そのケーキにお二人がそれぞれすずさんへの思い、そして今日はホワイトデーということで思いを込めてこだわりのデコレーションをしていただきました。ありがとうございます。はい、でこの蓋を同時に開けていただいて、はい、外見だけでどちらかだけを選んでいただくという、もしかしたら野村さん、マッケンユーさんにはちょっと厳しいかもしれないですけれども、そんなイベントを行いたいと思います。はい、はい、でもなんかそれこそマッケンとかなんかすごいなんだろう、アートっぽそうアートっぽそう。でもそれは見てからね。お、しゅういくんはどんな感じだろうね怒ってるまだ決めてないよ。まだどっちか決めてないよ。でも楽しみ。逆にどんな感じかあんまり想像できないかもしれない。楽しみですね。お二人ではまず箱を開ける前に自信のほど伺ってもよろしいですか。野村さん。自信はありますよ。そりゃちゃんと丹精込めて作ったんだから。あんまりこういうことしないよ。家でさ、俺がケーキとか作ってる姿考えてみ。すっげえシュールでしょ。それをやったんだから今日はすずのために。ありがとう。うん、だからちゃんと見てね。はい、さあマッケンユーさんどうでしょうか。僕もね、ケーキ作るの初めてだったんで、ケーキ作るっていうかデコレートなんですけど、初めてだったから、ちゃんと愛情を込めて作りました。ありがとうございます。楽しみですね。それでは野村さんとマッケンユーさんにそれぞれ開けていただいてもよろしいでしょうか。後ろを向かしてもいいんですか。あ、そうしましょうか。お前なんでそういうことすんだよこっちの方がドキドキしないでください。やっぱりね、後ろ向いときな。
広瀬さんをめぐってもう戦いが起きておりますが、ちょっとマイクをじゃあ下のところに置いて、これいつ向けばいいんですか？じゃあえ？そのタイミングははいおっしゃっていただいて、それではケーキをオープン。さあ今からスタッフがこの蓋を取りに行きます。広瀬さんまだそのままで。さあじゃあお二人気になるよ。お二人マイクを。お前俺なかったぞこれ。俺が作る時事前に頼んどいてって言ってたじゃないですか。事前に頼む。広瀬さんが見たい本当見たくてしょうがない状況だと思うので、いやちょっと待って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 。いいですか？いいですか？じゃあ広瀬さんどうぞご覧ください。すごい。ちゃんと読んで。ちゃんと読んで。ちゃんと読んで。ちゃんと読みたい。どうですか？怖い。広瀬さん野村さんのケーキはどんな感じかは後ろのお客さんの見えない方もいると思うので。怖い見えますか？ずっと見てるからなって。野村さんそのメッセージはどういう意味ですか？いや先輩としてこれからの成長をずっと見てるからなっていうことですよ。別にもうそんな意味合いはなく、全然怖いとか全然ない。もうずっと見てるからなって怖い。ことだから。目が怖い。全然本当に先輩としてこれからもずっと見てるよってこと。なるほど。でも可愛い。お、ほら見てここ。かわいい。うさぎ顔出してんだぜ。本当だ。刺したの？が本当だ。そう。可愛いよね。まあでもなんかちょっと売ってそうだよね。野村さんこだわったポイントなどありますか？いやー、ハートっぽい。ここに力を入れたとか。いやあんまり力を入れないっていうところをなるほど。今回はなるほど。重視にして、あえて気を抜いて。あとやっぱフランクに食べれるんじゃないかなって聞けね。はい、もうマッケンどうぞ。さあどうぞ。それでは続いて。全然違う。いやでもジャンルがねすごいねこれ。お前女の人もらったらドキドキしちゃうよね。いやでもなんやねん。ありましたよこれのこ。ありましたよ。これそうこれ。なかったの？どういうことですか？いや事前になんか付け加えたいものがあれば言ってくださいって言われたんですけど、やっぱ僕は素材の良さを生かすためになるほど。何も言わなかったんですけど、こういうこのチョコとかもあったっかこれ。これはあったな。これはありました。これはあったな。はい。いやすずちゃんがあったけれども使わなかった。でもさ、いちごの量とかもさ、いちご大好きだからさ。あ、よかった。ほらすずちゃん後ろまで本当にぎっしり。気持ちだから数じゃないだろ。ごめん気持ちはすごく伝震えてきたわってます。震えてきたわ。さあそんなお二人がケーキを作っていた時の写真をご用意しております。スクリーンご覧ください。こちらは野村さん作っている時のかなり真剣に真剣ねいやこれがプロですよ。ほらえできたぞと。ほらプロですよ。続いてマッケンユンさんの写真もございます。最初ねこれねつかないように全部ケーキにつかないように周りにしてやったの。で説明早くしてよ。はい、すずちゃんははい結構赤のイメージがあるから千山赤そうですね。千山赤だしね、だからシンプルに赤と白でしました。い初めて作られたんですよね。や初めてさっき作ってどうしようって思ってたんだけど、シンプルにもうすぐねあと3ヶ月で18歳だから、その意味もあるんですか？そう大人っぽいのがいいなと思って。うわすごいな。広瀬さんだいぶこのお二人あれ野村さんどうしました？なんかいやなんか本当にイケメンだなと思って。それでは広瀬さん選んでいただきたいと思います。はい、迷うな。いやでも気持ちはこっちの方が入ってるでしょ。まあわかんない、いろんな気持ちあるけど。だってずっと見ててくれるってことでしょ。
優しいだろ。優しい。優しいだろ。優しい。ありがとう。ちゃんと文字色変えてんだぞ。うん。なんでずっとだけピンクなの？わかんない。なんかでちゃんと花びら散らしてんだぜこれ。俺がさ、一生懸命こうやって花びら散らしてる姿想像してみ。シュールでしょ。でもね、この文字書くのとか本当に難しいんですよ。さっきあったけどすっごい震えるんですよね。ルとか。ああ。お前は敵だもん。そんな。さあそれではじゃあ、はい。ワンスクープ。はい。あ、スプーンあります？ありますか？ケーキの横にありますので、どちらか一方だけのケーキに。あれ？野村さんどうしました？野村さんも食べますか？食べてもいいよ。まあとりあえず早く決めて。はい。マイク。それでは広瀬さん、一体どちらのケーキを選ぶんでしょうか？お願いします。広瀬さん、迷うことなくマッケンユーさんのケーキを選びました。マッケンユーさんに拍手をお願いします。おしゃれ。ありがとうございます。やっぱりなんか女性がすごくもらって嬉しいザ王道なテイストだったので、やっぱり王道って王道だなって思って嬉しかったな。まあどっちもすごい嬉しいんですけど、本当に嬉しいからね。本当にありがとうございます。けどね、後でもうちょっと食べるからね。本当に野村さんの顔行きがちょっとこう大丈夫ですかね？大丈まあ今日の天気のようですね。うまい。夫。うまくまとめていただいてありがとうございます。ちはやふる上の句、5日前に皆さん見られるんですよね。そうですね、上の句は新たはそんなに出演はしてないんですけど、下の句の方が多いんですけど、上の句は水沢の5人と千早太一とあと3人の、成長そして友情を、が描かれているので、ぜひ刺激を受けて帰っていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんはこの日本で一番、まあ、2番かでもぐらいに本当に見れる、公開前に本当に一番最初に見れるお客様なんで、本当になんか楽しんで帰っていただきたいですし、で本当感想とか本当に楽しかったらもう周りの家族でも友達でもまあ、友人でもって同じなんですけどに伝えていただいて、本当に素晴らしい映画なんで、なんか温かく僕たちを見守っていってほしいなって思います。そしてなんか公開日になった後もうまあやっとスタートが切れるっていう形なので、皆さんがいないとやっぱり映画っていうものも成り立たないので、ぜひ皆様のお力をお貸しください。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったですか？はい、よかったです。これから公開5日前になって公開前にお客さんに見てもらい、すごくドキドキしてます。でも3ヶ月間みんなで一生懸命頑張ってきて、水沢のみんなとの同じ思いのようにまっすぐ熱く頑張ってきた私たちの姿がそのままもしかしたら映ってるんじゃないかなと思っています。きっと同世代の皆さんにはすごく刺さるものが多いと思います。なんかすごくまだふわふわしちょっと変な感じなんですけど、これから一人でも多くの方に映画ちはやふるという作品が届いたらいいなと思っています。思う存分楽しんでいただけたら嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。それではこれにて映画ちはやふる祝ホワイトデーイベントを終了させていただきます。それでは会場の皆さん、キャストの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。マッケンユーさん、広瀬さん、野村喜平さんでした。あり